失礼。噛みました。大好きでしたよ。荒木さん。こんにちは、化け物語研究所です。今回は、迷い牛の怪異、八九時迷いを徹底解説していきます。家に帰れなくなった迷子の下牛、あなたが嫌いですから始まり、最後には、荒木暦との噛みましたのやりとりはついつい真似したくなりますね。作中屈指の人気キャラで、実は物語シリーズの中では常識人。そんな八九時迷いを見ていきましょう。1キャラクター、八九時迷いの正体は幽霊。正確には自爆霊で、かつて生き別れた母に会いに行く途中に道で迷っている際、事故で死亡し、その未練が彼女を怪異としてこの世に留めました。幽霊となった彼女は家に帰りたくない、と強く思う人間の前に現れ、その人を共に迷わせます。彼女の特徴はツインテールと八重歯、そして背中には体よりも大きなリュックを背負い、その姿はまるでカタツムリのようです。人見知りで言葉遣いは丁寧だが、礼儀正しいというわけではなく、かなり陰銀無礼、慣用句をよく言い間違え、暦の名前を噛む、しばしばメタ発言をし、八九時 P を自称している。年齢の割に発育がいいらしく、暦のセクハラ被害にいつも遭っている。役に立たない雑学から得しない一般教養や知識笑えないジョークを交えながら、暦との会話に花を咲かせている。また、越智の忍、小野木世継ぎと共にロリトリオを結成し、ロリコンを増殖させた罪深い存在でもあります。に噛みました。八九時迷いの暦の名前を噛むところから始まる。一連の流れは、物語シリーズ未視聴の方でもご存知なのではないでしょうか。毎度出会い頭に繰り広げられる二人のやりとりには、定評があり、暦本人も彼女とのやりとりが一番楽しかったと言っています。中でも私が最も好きな噛みましたをご紹介します。村田木さんじゃないですか。人のことを欲求不満みたいな名前で呼ぶな。失礼、噛みました。違う、わざとだ。噛みまみた。わざとじゃない。噛みはいた。どんな奇跡体験を。冷静に考えると意味はわかりませんが、作中で何度も繰り返される二人のやりとりがたまらなく愛おしいのです。3出会い、別れ、噛みました。八九時迷いは妹と喧嘩し家に居づらくなった暦の前に姿を現します。何やら困った様子の彼女に話しかけた暦は、すげなく拒絶されてしまいます。それでもしつこい暦に彼女は道に迷っていることを明かします。そして暦の協力のもと彼女の目的地を目指しますが、あるけども目的地にはたどり着きません。それもそのはず。彼女こそが人を迷わせる怪異そのものだからです。人を迷わせないように拒絶し、一人で迷い続けていた。そんな彼女を救いたいと願った暦は、おしのの協力を得て、無事彼女を母の元へ連れて行くことができました。そして成仏したかと思いきや、彼女は自爆霊から浮遊霊として止まることになります。歌舞伎物語では、過去にタイムスリップしてしまった、忍と暦が事故に遭う前の八九時を助けます。しかし、その結果世界が大幅に改変されとんでもないことに、そこではナイスバディの21歳に成長した八九時迷いも登場します。最終的には、元の世界に戻り、再びリュックを背負った彼女に再会します。残念ながら楽しい時間は永遠には続きません。怪異には存在する理由が必要なのです。家に帰ることができた迷い牛は、もはや怪異ではありません。そんな中途半端な存在を暗闇は認めません。八九時を飲み込もうとする暗闇からの逃避行が始まります。小野のきちゃんの助けの元暗闇から逃げて第一行ですが、何でも知っているが縁いずこから暗闇の詳細を聞き、逃れることはできないことを悟ります。じゃあ僕が一生一緒に迷ってやる、とだだをこねる暦に、成仏する決心をし、思いの丈を伝えます。最後の噛みましたからの一連のやりとりは、涙なしには見られません。あなたのことが嫌いですから始まり、大好きでしたよで終わる。物語シリーズを見ると、彼女を好きにならずにはいられません。感動的な別れを果たした二人ですが、再会は意外に早めです。画縁さんに心当たりでぶった切られた暦は、
吸血鬼を助けた罪で地獄に落ちます。そこで暦は親より先に死んだ罪で地獄に落ちた八九時と再会します。全国のオタクはここでむせび泣いたはずです。専門家たちの計らいで現世に戻る暦は、八九時を足で挟み込み、無理やり連れて帰ります。こうして現世に戻った八九時迷いは、火炎さんの提案で、蛇が美濃次の北白海老神社の神になることで存在する理由を得ます。噛みましたならぬ噛みました。八九時迷いは、神をしながらパトロールと少子よく歩き回るようになりました。4噛みました理由。八九時が神にふさわしい理由ですが、彼女はカタツムリの怪異であり、家からを失った下牛はナメクジ、そして三すくみの関係でナメクジは蛇に優位です。さらに彼女の母の旧姓は綱手で、これはナメクジ使いの呼称です。西尾維新先生は迷いマイマイの段階で良いヘルの展開まで考えているのでません。そう考えると、西尾維新が怪異だという説は真実味を帯びてきます。その後、良い物語では彼女が神として活躍している姿や、戦国名でこと恋話している姿なども描かれています。以上で完全解説八九時迷いを終わらせていただきます。八九時迷いを愛してやまない方は高評価を。全国1億5000万人のロリカ系皆さんはチャンネル登録をお願いします。次回の動画でお会いできることを楽しみにしています。ジャパナイの